こんにちは、千葉梢です。今回は1月から3月までの作業の様子と日常の動画を Vlog 風にまとめてみました。作業のお供やリラックスタイムのお供にのんびり見ていただけたら嬉しいです。はい。まずご質問がありそうなので先に言っておくと、今使っているのは iPad Pro 11インチ第2世代です。容量は 128GB で一番小さいやつなので、漫画の原稿の保存は MacBook に移してやっているという感じです。第2世代っていうと結構古い機種なんですが、漫画を描くのには問題なく使えていると思います。いつだってストレージがパンパンなんですが、それはどちらかというと YouTube 動画を始めたからっていう感じなんですよね。いつも動画でストレージがパンパンになってます。そのために iPad を新しくするかどうか検討中という感じですね。漫画を描くのにも使うので、13インチも迷うんですが、今のところ11インチで十分かなと思っているので、次はどうしようかなと考えているところです。というわけで1月らしい何か言うことがあるとすれば、今年 iPad を買い替えてみるかもしれないということぐらいでしょうか。ただね、最新の iPad とかに買い替えると、ペンの種類も変わるんですよね。ペンも買い替えるとなると、ちょっと出費が大きいかな。はい、1月は26日に私の書いている連載漫画、大福ちゃんと王子様の9巻が発売されました。ということで、この表紙と裏表紙を書く動画も別で上がっているんですが、表紙はデジタルで書いて、裏はアナログで書いているので、デジタル、アナログ両方のメイキング動画になってます。もし気になった方がいらっしゃったら見てみてください。はい、ちょっとぐるーっと部屋をお見せしていますね。こっちがアナログカラーをやるときのローテーブルです。こんな感じになってます。はい、これはアルコールマーカーで描きました。コピックだけじゃなくてお夫婦やアティクスなんかも使っています。そして1月、なんと雪が降りました。私の住んでいる地方では年に1回か2回降るか降らないかというぐらいで雪が珍しいのでついはしゃいでいっぱい動画を撮ってしまいました。こんな感じで窓から見える景色も真っ白です。そしてちょっと話が巻き戻って去年の話になるんですが、去年1年はいろいろな変化があった1年でした。作画デバイスを iPad に変えたというのもそうですし、また YouTube チャンネルを始めたというのもすごく新しかったですし、あとは初めて漫画家仲間と一緒に冬のコミティアに参加させていただきました。オリジナル作品を書いて、みんなで一冊にまとめて合同誌として出したという感じです。実は同じメンバーで今年もコミティアに出られたらいいなという話をしています。そしてまだ出場が決まるかどうかわからないんですが、みんなでちょっとどんな本にするか打ち合わせをしようということで、3月に原稿合宿というか打ち合わせ合宿をしたんですよね。その様子も今回の動画の後半に入っていますので、よかったら楽しみにしていてください。はい。こんな感じのペン入れの様子なんですが、
今のね、男の子の顔はどういう顔なんだっていう感じですけど、あれはね、ちょっと甘えて食べさせてって言ってる、あーんとしている顔ですね。こんな感じで動画を撮っていると、この皆さんにとって見応えがあるのって、この目の中身とかなんじゃないかなっていう気がちょっとしているんですが、どうでしょうか？髪の毛を描くところなんかも見応えがあるんですが、やっぱり目の中身がすごくいいですよね。実は目の中身の描き方は全然定まっていません。ずっと瞑想中ですね。はい、これも1月の動画です。1月はキャンプ場に行って、キャンプ場で作業をしたりもしました。こんな感じで車中泊仕様の車になっていて、そこで快適に作業することができるようになっています。この作業の様子も別の動画に収まってますので、ご興味のある方はそちらも見てみてください。これは今、トーンを貼っている動画ですね。このピンクに塗りつぶして、そこにトーンを貼り替えていくという方法は、これもまた別のトーンの貼り方という動画でご紹介しているので、気になった方はそちらでお願いします。さっきから別の動画の宣伝みたいになっちゃってるんですが、今回はちょっと Vlog という感じにしたかったので、書き方の説明だったりとか、ツールの説明をはしょってしまいましたので、よかったら別動画で確認してください。また気になったことがあればコメント欄にどうぞ。お答えできる範囲でお答えしていこうと思います。はい、これは私の車とキャンプ道具、そして焚き火の様子です。こんなに焚き火に足を近づけたら靴の裏が焦げると思うんですが、1月はさすがに夜になると寒いので焚き火に近づきすぎてしまうんですよね。でもこの日は1月の割にはかなりあったかい方でとてもいい日でした。はい、ここからは2月の動画になります。朝まだ寒いんですが、猫に起こされて5時起きです。目が覚めてしまったので、サイン本を書いていく仕事をしようと思って、こんな感じで作業を始めました。私は朝がいつも早いので、朝早く起きる秘訣は何ですかというご質問も以前あったんですが、朝早く起きる秘訣はただ一つです。夜早く寝るですね。私は大抵9時か10時には寝てしまうので、朝5時に起きても全然時間自体はいっぱい寝れてるので問題ないという感じです。それでも結構ロングスリーパーだからですかね。9時に寝て朝7時ぐらいまでぐっすり寝れたりすることもあります。なんでしょうね。目が疲れすぎていて開けられないみたいなこともあるのかもしれません。はい。こんな感じでサイン本が完成しました。黒猫ヤマトさんに運んでいただきます。皆さん、黒猫ヤマトの YouTube チャンネルがあるのを知ってましたか？猫のね、いろんな研究をしている可愛い YouTube チャンネルで、そちらもおすすめです。2月はトーンの作業を動画に収めてみました。この机の角度がとんでもなく立ってるよねっていうのもご質問であったんですが、これはタブレットスタンドの上にホームセンターで買ってきた板を乗せて、かなり垂直に近く立ち上げてるっていう状態ですね。本当は肘をべったりつけて描きたいので、画面を立てるのは苦手なんですが、ただ iPad だと画面が小さくて、どんどん頭が下がって画面に近づいていっちゃうのが、ちょっと肩と首に良くないなということで、なるべく立ち上げて作業するようにしています。
そして今、ちらっと左上にミントグリーンのテンキーが映ってると思うんですが、これはiCleverのテンキーで気に入って片手デバイスとして使っているんですが、その下のところにこの 2B って書いた鉛筆が映っているのわかりますかね？これ古くなった鉛筆をボンドで板にくっつけて、このテンキー置き場にしているっていう感じなんですよね。そしてこの iPad がどうやって垂直な板にくっついているのかというと、iPad ケースの上のはみ出した部分を板と洗濯バサミで挟んで留めているだけなんですよね。100円均一でちょっと強めの洗濯バサミを買ってきて、バシッと留めているだけという感じで、洗濯バサミを外すと iPad が取れます。一体そのスタンドはどこで買ったんですかというご質問もあったんですが、答えはホームセンターで買ったものと家にあったもので作ったという感じですね。皆さんもよかったら手作りどうでしょうか？とはいえ、この下の土台になっているのは Amazon で購入したちゃんとしたタブレットスタンドです。ボヤタっていう読めばいいのかな？そういう名前のブランドのもので、ちょっとお値段高いんですが、がっちりしていて、しっかり板が乗ってくれています。もう少し軽くて安いものも持ってるんですが、やっぱりそちらだとちょっと不安定ですね。タブレットスタンドは軽いとちょっと不安定で、重いとがっちりしていてしっかり止まるという感じなので、どちらを選ぶかは本当に人それぞれですよね。ちなみにキャンプ場やカフェで書きたいときは軽い方のやつを持っていきます。ちょっと口頭の説明だと分かりづらかったかもしれないので、またいつかデスクツアーの動画なんかも改めて撮ってみたいなと思っています。はい、2月なのでいただいたバレンタインチョコも写してみました。猫さんにモデルになっていただいたんですが、猫にとってね、チョコレートは毒なので、ささっと引き上げました。はい、猫さん、幸せそうです。はい、これは実家から届いたお菓子たち。子供もいるのでね、お菓子よく送っていただいたりして助かっております。そして自分でもチョコを買ってみました。はい、ゴルゴのシェラカップを誇張しております。発掘恐竜チョコ。さあ、うまく発掘できるでしょうか？はい。発掘成功かと思いきや、はい。やらかしてますね。大雑把な性格なのでね。大抵うまいこといかないです。そして画面はネームの作業に切り替わりました。先ほどトーンが終わって原稿が終わったので、次の話はどんなにしようかなと考えながらやってます。前回の雑誌を読んで思い出しつつ、はい、MacBook で前回の原稿を見つつ、次のお話を考えていきます。先にプロットを書くこともなくはないんですが、今回はやらなかったかなと記憶しています。こうやってノートだったり適当な紙に1ページずつ区切っていって、小さな漫画の絵コンテのようなものを仕上げていく感じですね。今書いているのが1ページ目という感じ。よく皆さんがミニネームって言ってるやつですね。ネームを書くという動画も次回か次々回ぐらいにアップできたらいいなと思っているので、気になった方はお待ちいただけたら嬉しいです。ネームの書き方というよりは、ネームの作業を全体的に映しながら、だらだらネーム雑談をするような動画にできたらなと思っております。
ネームはもう書き方といっても本当に人それぞれですし、これが絶対正解というものが存在しないと思うので、なかなか書き方というのがご説明できなくて残念なんですが、私もまだまだ手探りで研究中なので、致し方なしという感じでご理解いただけたらと思います。ただ、一つコツがあるとすれば、ネームに詰まってしまったらとりあえず寝るということでしょうか。一晩寝て朝になると結構ね、頭の中が整理されて、昨日とは全然違ういいネームが浮かんだりすることがよくあります。でね、何度も何度も詰まってしまうときは、それを何番も繰り返すっていうんですかね。何日も何日も夜寝てリセットするというのを繰り返す感じですね。はい、すいません。猫が砂をガシャガシャしている音が入っております。はい、ちょっと夜梅祭りに来てみました。ネームに詰まってしまった時、眠るのもいいんですが、外に出て散歩するのもいい気分転換になります。はい、すごい綺麗でした。で、これが3月の仕事場の様子です。ここから3月に切り替わったんですが、外がちょっと煙ってますね。花粉がすごいです。そして3月は漫画家仲間4人で原稿合宿をしてきました。原稿合宿というよりはコミティアの原稿をどうするか考える合宿という感じですね。はい、これは前回コミティアに出した作品のお互いのキャラクターを描き合って遊んでいるという感じです。こうやってね、旅行中でも絵を描いてるあたり、本当にみんな描くことが好きだなぁと思って、ちょっと感心してしまいました。はい、iPad 持ってると便利ですね。で、これが前回のコミティアに出した漫画です。放課後エモーション。表紙、私が担当させていただきました。さあ、次回はどんな本が出来上がるか、本当に楽しみです。ちょっとね、ファンタジー寄りにしてみようかななんて話したりもしてますね。コミティア当選して、もし行けることになったら YouTube の方でもご報告させていただこうと思います。はい、そしてせっかくの女子旅なので映えるカフェでお茶を飲んだりもしていますね。普段全く映えない生活を送っているので、こういう機会は貴重ですね。今目の前に可愛い盆栽が飾ってあります。盆栽って可愛いですよね。仕立てるの大変なんだろうなぁと思うんですが、こうして見させていただくだけで幸せです。梅の花の盆栽もありますね。そしてちょっと温泉にも寄ってみました。温泉には入らず、温泉の休憩室で休憩させていただいたという感じなんですが、ここの温泉実は大福ちゃんと王子様でも舞台に使わせていただいています。といっても舞台のイメージに使わせていただいたというぐらいなんですが、昭和レトロを意識した温泉でとても可愛いんですよね。ここは玉川温泉という埼玉県にある温泉なので、近い方はよかったら行ってみたらいいと思います。おすすめです。そして作中にも出てきたおもちゃの指輪がこれです。主人公が彼にもらうという設定で出てきました。私はデブ症なので取材旅行みたいなものにほとんど行かないんですが、なるべく今年は頑張って行ってみようかなと思います。作中でスカイツリーに行くところとか描きたいなと思ったんですが、面倒で行くのが億劫になってしまったんですよね。その上描かなきゃいけないっていうのもあるんで余計なんですけどね。
スカイツリーも描くの大変そうだなぁ。素材どっかで売ってますかね。多分売ってるでしょうね。ただ、素材があってイメージだけで描くのではなくて、現地に足を運んでみて、こんな気持ちになるかなとか、こんな小物を買ったりするかなとか、そういうリアル感も出さないとダメだよなと思います。ほとんどできていないので反省ですね。なので今年の目標は、あっちこっちに取材に行っていろんな感情や体験をして新しいエピソードが浮かぶようにするというのが目標ですかね。さて、今回はこんな感じで3ヶ月分をまとめた Vlog になってしまったんですが、皆さんいかがだったでしょうか？ちょっとね、3ヶ月も置いてしまうと、その時その時何を感じていたかということがお伝えできないので、今度からはもう少し短い期間で Vlog をまとめられたらなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。コメントにもとても励まされております。もしよかったらまた次回の動画でもお会いできたら嬉しいです。私の漫画はチャンネルページのリンクから読めますので、お時間のある方は読んでみていただけたら嬉しいです。あと、今回の動画では書いている手元の説明をはしょってしまったので、気になった方は他の動画をチェックしてみてください。それではまた。